2月歌舞伎座猿若祭、今日は4位から6位を発表します。皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は2月の歌舞伎座2日目に来ました。大歌舞伎猿若祭です。中村屋大活躍だと思います。楽しみですね。それでは行ってみましょう。レッツゴー。これからいよいよランキングを発表します。でも私のランキングについて事前にお知らせします。私のランキング3つの観点でつけてます。私のドーパミンが上がるか、ワクワクする、ドキドキする、深く感銘する。2つ目は私がもう一度見たいか。そして3つ目は初心者の方、初めての方に見ることをお勧めできるかどうかという3つの観点でつけてます。私のランキングはあくまでも一幕見席のためなんで、ぜひ皆さん自分の目でお確かめください。今日も1日見終わりました。それでは4位から6位を発表します。まず第6位。第6位は昼の部最初のお江戸土産、そしてとんびやっこです。今昼の部最初のお江戸土産ととんびやっこが終わりました。途中15分間の休憩があります。最初のお江戸土産はほろりと笑わせて最後しんみりとさせるという物語。そしてとんびやっこの方は、これはいなせな江戸の踊りという異なる味わいの2作品でした。最初のお江戸土産というのは川口増太郎さんという方の作品です。新派の作品も書いていて、愛染桂とか明治一代女とかいう作品を書かれている方です。第1回の直木賞の受賞者だそうです。ということで話も少し新派っぽいというところがあります。物語としては、これは役者の巳之助演じる坂東栄氏と彼に恋する常磐津の師匠の娘のお紺の恋の物語、それに旅の行商の鴈治郎さん演じるお辻と士官さんの演じるおゆうという、笑える2人が絡みます。この鴈治郎さんのお辻が初めて推し活をすると。で推し活をして、自分なりったけのお金をこの巳之助の栄氏と谷之助のお紺を救うために使う。使うんだけども2人は駆け落ちをしていく。それをお膳立てしたと。でもそれに満足して、これは江戸の土産だと言って、2人去っていきます。鴈治郎さんのドタバタコメディを楽しめばいいでしょうか。結構この江戸の時代のこの芝居の構造が出ていて、この櫓の立つお上から公認された芝居小屋に対して舞台は宮地芝居というこのお寺や神社での公認を受けた芝居小屋での話です。巳之助さん、大和屋ですけども、この芝居の中でも大和屋、そして大芝居の歌舞伎に出られなくて、宮地芝居に出てる。そこで、お辻の鴈治郎さんと会うという形です。江戸時代公認の芝居小屋、実は大芝居、そして、小芝居があったということだそうです。この小芝居が湯島の天神で行われていると。で、実際にこのセリフの中でもしみじみとこの巳之助さんが
中村座で見てほしかったなという時があります。あとなるほどなと思ったのは、おこんと2人で逃げようとする時、上方の道頓堀の舞台に立ちたいという言葉があります。まさにこの大阪の道頓堀、今は松竹座がありますけども、その江戸時代活気のあった道頓堀に江戸から移ろうという話もありました。そしてこの宮地芝居の中で櫓のお七が演じられているという話もありました。こんな宮地芝居に出ている坂東栄志の巳之助さんでお辻は惚れてしまう。そして、自分が一生懸命稼いだお金を2人の駆け落ちを止めようとするおこんの母親の高太郎さんの時松の師匠に全てあげてしまいました。この女性が推し活をする、男性に入れ上げて、そして、全てを差し出してしまう。でもいい夢だったなということで、少し切なくでも爽やかに終わりました。途中手と手を握るシーン、惚れた役者さんと手を合わせる姿、女性として、推し活の役者にこうやって触れられると本当に幸せなんでしょうね。女が男に惚れるのはバカだねと言いながら本当に惚れてしまう鴈治郎さん、可愛かったです。一生に一度の夢だったと、お座敷遊びだったということだそうです。そして15分休みがあって、なんと8分間のこの松緑さんのトンビやっこでした。この松緑さん演じる魚屋、この初ガツオをトンビに捕らえたんでしょう。そしてトンビを追っかける、初ガツオを取り返すべく追っかけてます。そして途中から松緑さんは鶴瓶竿という大きな棒を持って踊ります。そこは松緑さん、さすが薙刀とかの扱いもうまいですし、見事にこの竿を使って踊りました。そして最後はまたトンビが出てきて、トンビと一緒に見栄を切って終わりました。とても柔らかく体使ってます。松緑さん、立派な足をしてますけども、その足を中腰に使って、柔らかい身のこなしでいなせな風景を出していたと思います。ということで、全然性格の違う2つの演目を楽しめた、まず昼部の部の最初でした。このお江戸土産を書いた川口松太郎さん、第1回目の直木賞受賞者ということでした。やはり直木賞受賞の作家である松井幸佐子先生に2月の19日一条の夢と消えという近松門左衛門の一生のツイートの本について語っていただきます。3月の近松が書いた曽根崎心中も南座で完売ということですけども、ぜひ近松門左衛門の一生よく知って歌舞伎を楽しむためにも、よろしければこの世田谷文満学館での松井慶坂先生の講演会にお越しください。第5位は夜の部最後、梅小読みです。今夜の部最後の演目梅小読みが終わりました。もともとの隼人さんが3人の女性と恋仲になりますけども、その志の輔さん、そして時蔵さん、そして莟玉さんの中で一番誠実な莟玉さんと結ばれるという、ハッピーエンドの話でした。最後に振られてしまう
辰巳芸者の足立吉の志の輔さん、そして米八の時蔵さん、しらけるねという言葉で終わりました。なんと、一番うぶで誠実そうなお蝶の寛玉さんが幸せになりました。一番いいところ持ってきましたね、寛玉さん。モテモテのこの炭治郎を隼人さんがやってます。そういう女性関係を横軸としています。そして縦軸にはお家騒動の中で残月という、素晴らしい茶入れが盗まれた。でそれを取り返す、その取り返す首謀者が半次郎、橋之助さんがやってます。その半次郎をこの隼人さんがやる炭治郎が助けるという縦糸の話でできています。一番の見どころは辰巳芸者の七之助さんの足立吉がこの炭治郎に羽織を送る、その時にこの2人のこの親密さでも、その七之助さんの足立吉は米八に対する嫉妬も話しながらというところ、本当にここの清本が綺麗です。清本円寿太夫さんを筆頭に、素晴らしい高音をしっとりと歌い上げます。ここをぜひよく聴いてください。もともと江戸時代後半の為永俊水という方の原作で、昭和2年の歌舞伎座で舞台監督を永井荷風、そして美術を鏑木清方が務めたそうです。ということでこのまさに深川辰巳の芸者たちの様子がたっぷりと描かれます。今日も大道具ものすごく凝ってました。びっくりしました。この深川のまさにいろんな運河を本当に舞台いっぱい花道も使って描いていました。そして隼人さんの炭治郎とお蝶の寛玉さんが乗る船、それが志の輔の足立吉が乗る船とのこのすれ違う場面、これも本当に大きくできてました。で本当にこの志の輔さん対時蔵さん、綺麗な女同士のこのバトル、見応えあります。ちょっと2人とも玉三郎さんに似てるような気もしました。全体的にはちょっと1時間23分とちょっと長いなという気もしますけども、ハッピーエンドで終わりますんで、ぜひ最後まで、楽しんで、ご覧ください。その辰巳芸者というのは実はゴンベーナといって、あえて、足立吉とか米八とか、男の名前を名乗っていたそうです。そういう切符の良さも楽しんでください。以上、梅暦のレポートでした。そして第4位は昼の部、いや栄芝居のにぎわいです。今猿若祭50年ということで、いや栄芝居のにぎわいが終わりました。仁左衛門さんの私の目の黒いうちに19代目の勘三郎を継いでほしいという言葉に対して勘九郎さんのいやまだそれは先のことでというコミカルだけども、仁左衛門さんの本心が現れている会話もありました。というわけで本当に猿若祭50年というにぎわいのある華やかな舞台でしたね。もともと江戸三座ということで、市村座、森田座、そして、猿若座というのがあったと。でその猿若座が途中で
名前を変えて、中村座になったということです。そこからこの中村屋の猿若祭で、17世の勘三郎さんが始めたそうです。途中男女5人ずつのこの男立て女立ての連ねという、一人一人が名乗りを上げるというのもありました。その中でトップ、みんなを率いるのは男立ては歌唱さん、そして女立ては慎吾さんでした。実は、この2月の歌舞伎座の前に、本来は襲名が予定されていた鶴松さん、舞鶴という名前襲名という予定でしたけども、そういう事件のことをみじんにも感じさせない本当に明るく華やかな舞台でした。これは昼信の演目としては3演目目なんですけども、一番最初のこのお江戸土産という中で鴈治郎さんの演じるお辻がお酒に酔って、そして坂東栄子の巳之助さんにこの思わず入れ上げてしまうという、ちょっとお酒の怖さも一番最初にあったのはご愛嬌でしょうか。ということで、舞台には座元としての勘九郎さん、その女房としての七之助さんだけじゃなくて、仁左衛門さん、松島屋さんの仁左衛門さんと一緒に高太郎さんが出てきて、そして士官さんと一緒に福助さんもいましたということで、みんなでこの中村屋を盛り立てると、そして歌舞伎を盛り立てるという気持ちがいっぱい現れてました。いや本当にもう勘九郎さん十分に19代目の勘三郎さんを名乗っていいと思います。先代の勘三郎さん18代目とは、少し、持ち味の違う背が高くて、もっとかっこいい面のある勘三郎さん、そういう勘三郎さんを本当に私も早く見たいという気もします。ということで、本当にめでたいいや栄え芝居のにぎわい、猿若さんの芝居前でした。猿若祭50年おめでとうございます。というわけで今日も一日歌舞伎座で楽しみました。猿若祭ということで本当に中村屋の力を見ることができました。素晴らしい。ぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひこれを見た方のご感想、コメント欄にお書きください。歌舞伎の生活を楽しむという意味では歌舞伎愛というサービスも新しくリリースしました。ぜひそこに感想をかけますし感想を読めます。あなたの感想がつけとけば1年間できちんとまとまります。振り返りにいい。そして最新の情報もテレビなりいろんな講演会等の情報も載せています。ぜひそちらもご覧ください。これからますます情報を満載していきます。一緒に楽しみましょう。そして週に一遍 LINE 公式もお送りしてます。ということでこの YouTube、 そして LINE 公式、そして歌舞伎愛という3種の神器を皆さん、ぜひ楽しんでください。ぜひごひいきにお願いします。ということで一幕見席の参考に今月も情報をお届けしました。いや寒いけど心はホットになります。皆さんもぜひ歌舞伎座にお越しください。それではまた会いましょう。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それではまた。